皆さん、こんにちは。こんにちは。僕たちは DIY したハイエースで日本一周している寺田夫婦です。現在長野県です。山形県から長野県に僕たち入っているんですけども、それから3週間経っております。撮影も3週間ぶりということです。なんかちょっと不思議な感じがしておりますけど、自分たち的にはですね。シャインマスカットのアルバイトを2週間ぐらいうん。やって、で、その後観光する予定だったんですけど、雨続きでそうなんです。全然観光ができてなかったので、今日から数日かけて観光していきたいと思います。一旦長野県の旅をお届けします。早速朝ごはんにします。この後長野県の名物ソースカツ丼も食べに行きたいので、軽く食べたいと思います。こちらです。道の駅南アルプス村っていうところのクロワッサンが有名ということで、1個60円ぐらいだったかな。安いので有名で、さらに美味しいということで行列ができるそうです。予約した方がいいと、売り切れちゃうからってことだったので、2日前ぐらいに電話で予約して今日受け取りました。では早速いただきまいたす。だきます。今回ですね、自分で焙煎したコーヒーの豆で入れてみたんですけど、きっと苦いと思います。苦いです。わー、めちゃ苦いです。めちゃ香ばしい。ふかふか入りぐらいまで焙煎しちゃいまして、大失敗しました。かなりちっちゃい、手のひらサイズぐらいのクロワッサンです。うん。あ美味しい。ー、美味しい。ふわふわ系のクロワッサンだ。結構甘めだからコーヒーと合うかも。道の駅の中自体は割とこじんまりしてるように見えたんですけど、近くに少しちっちゃめのパン屋さんがあって、こういった袋がいっぱい並んでたから、おそらくあれは予約用なのか。他のパンはまだあんまり並んでなくて、9時からオープンで、9時ちょっと過ぎたら並んでなかったかな、パンも。クロワッサンも試食食べれたりするらしいんですけど、特に試食とかもやってなかったし、土日は本当に混雑するみたいです。割と山を登ってきたところの標高が高めのところにあります。食べながら失礼します。ということで、今日は長野県の南側にいるんですけど、そこから北上していきたいと思います。諏訪湖の方を通って、さらに上、美ヶ原と言われる、これも標高が高いところなんですけど、そこまでヴィーナスラインという絶景のドライブコースを通りながら行きたいと思います。長野県が避暑地なんだっていうところを私たちの動画でお伝えできたらなと思っているので、その第一弾として見ていただけたら嬉しいです。今回もよろしくお願いします。昨日は夜にここに到着しましたので、周りのことが全然見えなかったんですけど、意外と道の駅の周りは住宅街っぽいような集落になってるのかなと思います。こちらの道の駅はトイレも綺麗でありがたかったです。これからカツ丼や松久保っていうソースカツ丼が食べられるお店に移動していきます。30分ぐらい移動したところにあるです。このクロワッサンは少しだけ食べて、あとは夜に食べようかなと思いますけど。ここですね、松久保。まあ11時50分ですけども、すでに車がいっぱいですね。11時から。初めてのソースカツ丼を食べてみたいと思います。初めてではないけど、ないんだっけあれ。福井で食べたよ。道の駅で。ああ、そうか、道の駅で食べた。また福井のソースカツ丼とはちょっと違うみたいです。いただきます。ちょっとこの分厚さに衝撃を受けるのと、でかすぎる。厚さ5センチぐらい。いただきます。ほう。思ったよりさっぱり。かなり分厚いから硬いのかなって思わせられるんですけど、食感もちょうどよくて柔らかさもあって、かなりジューシー。これ食べるの難しいな。タレが肉全体にしっかりまぶしてあって、少し甘さを感じるソースです。で、丼の半分にはキャベツが盛ってあるから、これによって油も吸収してくれる。
こんな感じです。こんなに具沢山のお味噌汁なかなかないんですけど、おかわり自由です。ライス大盛りが無料。そして食べ終わった後にコーヒーも無料サービスがついていて、サービスまですごい充実してます。こちらのサラダ、なんとお蕎麦が入っている。これは新しい。洋風のドレッシングかな。美味しい。これはこれで柔らかめのお蕎麦だけど、一つで全部長野を味わえます。でミニの方も長さは半分ぐらいだけどしっかりジューシーで、意外と衣が薄いのがいいかな。このボリュームなのに。ミニは女性には絶対ちょうどいい。小食の男性にもおすすめ。でも平日限定になるから食べきれない人は持ち帰りって手もあるし、こっちの方がちょっとだけお安くて食べきれるサイズ。味付けがまた美味しい。こちらのお店は食べきれなかった分はパックがもらえるので、それでお持ち帰りができます。不思議なのがなんでこんなに分厚いのに奥まで火がきれいに通ってるのかが不思議。マジで柔らかい。減ってるそれ。まだ3切れ目。ごちそうさまでした。見せかけて食べきれなかったので持って帰ります。はい、お腹いっぱい食べまして次の目的地に向かいたいと思いますが、ソースカツ丼はミニも食べきれませんでした。結局ミニの残った分を僕が食べて、もう自分の分も食べきれなかったので半分近くも持って帰るっていう風にしました。クロワッサン食べたからとか関係なくあれは絶対食べきれない。いや食べきれないと思います。隣で座ってた方は普通のサイズをペロリと食べ終わってました。割とスリムな方だったんだけど。ああすげえね。いやでも本当に美味しかったし、美味しかった。カツ丼とかソースカツ丼とかで感動することはあんまないもんだって勝手に思い込んでましたけど、ここのソースカツ丼でかなり感動しました。レモンもついてたからあれで途中味変もできてさっぱり食べきれなかったけど、最後まで食べきれると思う。店員さんも忙しいのにすごく優しい方で、よかったです。お持ち帰りできるのもありがたいなって思って。味噌汁おかわりする余裕は全くありません。味噌汁ぐらいおかわりしたいと思ったけどもう入らなかったんで。であそこお持ち帰りメニューもあって、とんかつだったら1180円だったかな、そういったのがあるから、もうとんかつがとにかく美味しいので、それだけ持って帰ってね家で食べるっていうのはありかなって思います。40分ほど移動して諏訪湖を見下ろせるスポットっていうのがありますので、そちらまで移動したいと思います。はい。まもなく立石公園へ到着します。お疲れ様です。はい、味噌カツのお店から山を越えて降りて諏訪市に入ってまた登るっていう感じです。もうここですね。はい。駐車場ありです。おーすげえ綺麗だよ。ちょっと今日曇りがかっていますので白い景色には見えますけども、ここからの景色は映画「君の名は」のトウモリ湖のモデルになった風景ということで、本当はね夕日の時間帯が夕日と諏訪湖に反射する姿がめちゃくちゃ綺麗なんですけども、ちょっとルート上夕方に来ることを諦めてこの時間帯に来ることにしました。ここ900メートルぐらいだと全然暑いですね。そして今日は湿気がすごいから暑い。暑い。さっき車降りた時に28度でしたね。蒸し暑い。2000メートルまで行かないと涼しさはないかもしれない。暑いな。綺麗だ。小さめではあるな。一周16キロの湖です。これ夜見ても絶対、夜景が綺麗だね。綺麗だよね。絶対綺麗。確かに君の名はに出てくるような湖を囲んで街が綺麗に円状に出来上がってるって感じだな。滝くん、音羽。滝くん、音羽。私のこと覚えてる？君の名は思い出せない。思い出せない。思い出せない。こいつのことが。私はもう君のことは記憶から抹消されてる。そうアミの名は。
それでは立石公園を後にしますけども、ここに登ってくるまでは結構家がところどころにあって寂しい感じは全然しません。だから多分夜来ても暗くて走りにくいということはないのかなというふうに思います。もう一個諏訪湖を眺めるスポット的なのに高ぼっち高原ってところもあるから、そっちの方だと運良ければ富士山まで見えるし、そっちの方がもちろん標高が高くなるから、そっちからでも見えるとは思う。ちょっと向きが逆方向になっちゃうので、今からヴィーナスライン出発点に向かって来たルート戻ります。映画「網の名」は近日公開予定ですので、ぜひ皆さん見てみてください。監督は寺田良生そうです。演出寺田良生、制作音響寺田良生、出演寺田亜美ということで、みんな全然前世から僕がってところから始まります。著作権問題で大体亜美の名はって亜美しかいないんだけど上にありますけど、ここからヴィーナスラインになります。長野県茅野市っていうところなんですけど、この茅野市から私たちが今日最終目的地としている美しが原までを結ぶ観光道路です。茅野市自体も標高700メートルほどあるそうですが、昼間はやっぱどこも暑いみたいです。この観光道路景色もいいそうなので、ちょっと楽しみにしているところです。ヴィーナスラインはこのまま直進していくんですけども、一旦左にそれまして白樺湖に向けて行きたいと思います。はい。少し明るくなったかなぐらいかな。山はすごく綺麗に見えてる。長野県のガソリン事情についてお話ししておこうと思うんですけども、長野県は他の県と比べてもかなりガソリン代が高いです。全国1位というふうに言われてるそうです。地元の人に聞いたんだけど、平均的に見てもレギュラーガソリンが180円、ハイオク190円でも軽油も160円台ということで、安くても150円台だね。アルバイト中に聞いた話によると松本市が一番安いっていう風に言ってて、この間確かに1回通った時にガソリン入れたんですけど、その時には軽油148円で入れられたかな。いろいろ割引つけてそうね。ぐらい高いっていうのは覚悟しておいた方がいいかと思います。白樺湖周辺まで走って上がってきました。約標高1300ぐらい。300か。1400か1300。は今の温度24度まで下がりましたね。すごい。上から見た立石公園が28度で、市内が31度、そしてここは24度だと。日が差したらやっぱ綺麗だな。で急に白樺が出てきて、ここら辺になって急になる。途中の道は白樺の木全然なかったけどね。左手にありますのが白樺湖です。ボートに乗ったりとかアクティビティも楽しめますので。乗っちゃう。乗らないよ。乗っちゃうね。誰も乗ってないし、しかも確かにアヒルさんも全然動いてないね。こういう作りって外国風な雰囲気が出るな。降りてみるか。おー、すごい。このお店はもう閉まってるんだね。ここにお店とかはないね。ああ、いいな。素敵。これのご夫婦が座ってゆっくりしてる。素敵だな。素敵だね。すごくのどかで静かな場所です。外国のようだ。やっぱり山の上の湖っていいんだね。いいんだね。言葉が出てくる。湖って私的に海とつながってるイメージがどうしてもあったりするから、この山の上にこんな水たまりあるっていうのがちょっとあんまり想像つかないから、すごく神秘的にも思うかな、山の上の湖って。超冷たい。ずっとこうやってシャーってくる。冷たいんだ。うまい。美味しそう。超冷たい。マジで。10秒。早い。超冷たい。はい、10秒。10、9、8、7、
ばいよね。10分も耐えられない。冷たいよね。やばい。ちょっとうまっ。めっちゃうまい。staying right here. And though the seasons change, my love will stay the same for you. Yes, it's true. You're the only constant thing in my world. When there's no one left around, it's just me and my girl. I know that change is just a part of this life, but our love will stand the test of time. 'Cause baby, you're my constant, constant. Darling, you're my constant, constant. It's an unpredictable life on my own, yeah. I can be surrounded by many, but still feel alone. That's when you told me that you'd always be there. せっかくならということで運転してみます。白樺湖をぐるっと一周して、長門牧場っていう牧場でソフトクリームが食べられるかなと思います。ここから15分ぐらいみたいだよ。ぐるって回るのは無理かな。いやー、白樺湖のところいいな。多分車中泊される目的だろうけど、公衆トイレも駐車場の横にあって、もしかしたら今までか過去キャンプ場だったりもしたのかもしれないけど、全然今は自由に皆さん車中泊の感じでされてますね。諏訪湖の方は車中泊禁止って書いてあったから、もうそもそもそういった休憩とかもできないけど、ここは何も書いてないから。白樺温泉つづらんの湯っていうのもあった。温泉もあんのか。お土産屋さんとかもホテルも結構あるし、喫茶とかもある。いいね。いやー、ゆったり優雅にここの本で見ながらゆっくりできるのめっちゃいいと思う。二つ立ち寄ったけど来てよかったな。来てよかったね。めっちゃ涼しかった。そして全然違った。湿気もないし涼しいし。ここは完全に避暑地だと言っていいでしょうか。いや、言っていいと思う。私たちが長野県今観光してるのが7月下旬です。7月の下旬で避暑地と言えるってことは避暑地でしょう。7月でも涼しいと思う。この右の施設は日帰り温泉にレストランとか、あ、ここら白辺。樺リゾートホテルだって。こっち側はかなり充実してるね。コンビニもあるし、遊園地エリアだって。こちらにてソフトクリーム食べましょう。はい、久々ですね。久しぶり。シサの父でかい。尻尾だけ茶色いのがおしゃれだね。ほら、毛が。そうだね。牛が草食べてるだけの ASMR とか良さそうだね。めっちゃボリボリ言ってる。ポタ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 お乳が垂れてるね。さっきから。あ、本当だ。ね。やっぱパンパンの状態だった。ねえ。あの子は白樺の木みたいになりましてる顔の部分だけど。な。足とかめっちゃ木みたい。多く。フォークだよ。かわいい。ゆるいな。癒されるな。どうでしょう、これはかなり濃厚。滑らか、すごく濃厚と滑らかの絶妙なマッチ。即溶けしますこれ。めっちゃ溶ける。牛乳すごくミルク。うわー、ミルキー。濃厚とあっさりな中間ぐらいでバランスのとれてめちゃくちゃ滑らかだな。アイスを食べる時の注意点は溶けやすすぎて忙しいということです。過去一溶けやすい気がする。ただめちゃくちゃ美味しいです。よくの通りミルキーという
言葉、表現が正解だな。長門牧場出まして、今から美ヶ原まで移動します。1時間ぐらいかかるみたい。ちょうど日も出てきたし、夕日の時間帯になってきたので、おそらくヴィーナスラインも綺麗に見えるんではないかなと思います。こちらの景色とともにお届けします。します。池の通りめちゃくちゃ登っていっております。この季節だからこその綺麗さなのかもしれない。山のてっぺんが結構近くまでうん。見えてきた。ヴィーナスラインを走ってる途中で立ち寄りましたけど、富士山が見えます。すごい、富士山見える。ここの辺ですね。今こちらが標高1700メートルです。左手が南アルプス、右手が中央アルプスということで。涼しい。涼しいな。まだ夕日はあそこにあるから、まだ時間ありそう。で、こっちに高山植物の花が咲いてる。オレンジ色の花です。日が出てくれてよかった。よかったね、本当に。絶景スポットだわ。今の気温が22度、標高1800メートルです。めちゃくちゃいいドライブコースですわ。ちょっと雲が多めではあるけど十分綺麗だ。すごい、マジで。綺麗。広大だね。まあこういう場所ってなんか夕方の方が綺麗に感じるかな。どっちもいいけどね。夕方はアルプスがシルエットになるから、いいね。朝はまた朝で全然違うと思うけど。そうだよね。長野県のドライブコースとしておすすめスポットに挙げたいと思います。食べたいね。すごいなぁ。世界だな。まっすぐ降りていけば諏訪市街地まで降りれるんだね。ああ、はいはい。ここは何なんだろう。ここ休憩スポットっぽいね。霧があ、道の駅霧ヶ峰ヴィーナスって書いてある。これも道の駅です。 30分ぐらいさらに登るのかな、先に行く感じですね。とうとう来てしまいました。美ヶ原。ここから上田市になるんだね。本当だね。わあ、1959。 959メートルまで上がってきました。ああ、もうちょい先か。左手に見えてるやつか。牧場とかかな。お今ね、天気見てみたら、諏訪市、今日いたところは、諏訪湖の方は、まだ今の時点で28度あるそうです。今、現在気温は19度です。18度になったじゃん。ああ、本当だ。10度違いだ。すげえ。 10度も違う。でも約2000メートルですもんね。側から来る方はちょっと全面通行止めになっているらしくて、土砂崩れで僕らが上がってきた方の道は意外とヴィーナスラインからはくねくね上がってきたような感じです。そうだね。レンゲツツジ群礁地から。サービスエリアってのもあったんだね。ほら、道の駅美ヶ原高原です。うわ、すっげえ景色。やば。すごいな。失礼します。失礼します。 Sometimes I wonder how this life plays out.
おー、すげえ。これ夜景も綺麗そうだね。夜まここはですね、避暑地というより寒いです。た寒いな。風強くて。まあありがたい話だな。夏に寒いなんて。うん。7月下旬で、寒い。まだ夜じゃないのに18度という素晴らしいです。今日はリアゲート開けなくて良さそうだわ。ちょっとカメラじゃ捉えきれないけど、本当に奥の奥まで見渡せてます。And I'll hold you. It's like nothing missing. ここ絶景スポットだな。そしてこの向かい側なんですけど、向こう側に面白い美術作品っていうのかな。うん、美術館自体大人1000円で、屋外だったらワンちゃんも一緒に見れるって書いてました。今日の夜ご飯は昼に食べた味噌カツの余りと梅干しのキムチ漬けみたいな。私的にはちょっと期待外れの商品でした。もうちょっと酸っぱさとか辛さが欲しいな。朝のクロワッサンと一応メロンパンとグラパイみたいなの買ってたので、それとわかめスープ、寒いうちに消費してしまいたいと思います。いただきます。いただきます。どうぞ、どれからでも。メロンパンは君が好きそうな感じだったよ。ちゃんと見たよ俺も。あ、そう。一つはメロンパン、一つはチョコパイ。はい。まあどう考えても先にね、甘くないやつからだよね。うん。こちらの味噌カツは時間が経っても柔らかくて、次の日でも美味しいって書いてあったので。味噌カツじゃないね。ソースカツであ、確かに柔らかい。うわー、近くにあったら通いたい。す。そう。そのとんかつだけを買って帰りたい。おー。今日の夕食ちょっととんかつ食べたいわつって買ってくるわって言って買って帰りたい。そのレベルまでいったの、とんかつで。うん。なかなか珍しいね、それは。いや、よっぽど美味しかったね、俺の中で。柔らかいかつ、ボリューミーっていうのが最高です。うん、確かに。柔らかいよね。うん。なかなかこういうカツで冷めても美味しいわ。難しいよね。普べちゃってなるし。そう、それが言いたい。べちゃってなって、時間経ったらカツって美味しくないって思うんだけど。今日は途中から天気も良くなってきて、夕日の長菜を見ることができたのはすごく良かったなって思いますし、明日からはまた天気がさらに回復していくっていうことだったので、それを楽しみに、残り安曇野と上高地、白馬楽しんでいきたいなというふうに思います。俺がこの世で一番食べてきたであろうメロンパンいただきます。どうぞ。なるほど。どうですか？ 100 点中80点。うん、結構高い。いや、もうちょい点数下げて60点ぐらいでした。僕の中では。50点ですか？結構俺の好みとしては、サクふわが欲しいけど、ちょっと固めっていう感じですか。パサパサ感はあるかもしれない。パイが分厚い。甘すぎない。めっちゃかかってそうに見えるけど、そうでもないな。パイの部分が大きいからかな。食べれば食べるほどハマっていくメロンパンです。でも口の周りにすごい子供みたいにいっぱいついてるで。冷めても美味しい。めっちゃパイ生地、本当に。このクロワッサンで結構甘めだよね。これがまた美味しいのかも。おやつ感覚で。パクパク。このサイズだからこそ食べれる。ご飯でパン食べたの久々すぎる。今日は朝からドカンとだったから昼か。あとはおやきとかを食べれれば十分なのではないでしょうか。めっちゃ今日快適だな。外17度で車内26度だから10度ぐらい下がる。すげえ。17度ってやばくね。春用の麺にしとくか。寒いかも。いつもこんな快適だったら最高だな。そうね。今日は気持ちよく寝れそうだ。絶対ぐっすり眠れるよ。寒かったら横窓自分で閉めてください。はい。じゃあおやすみなさい。おやすみ。
ヴィーナスってなんだ？意味女神様だよね。ローマ神話で美と恋の女神。だよね。私も美と恋の女神になりたい。私も魅惑のヴィーナスになるためにこのヴィーナスラインを走ります。ノーコメント。どうも。薄めに作ってあるやん。うん。うん。